バイトを始めて2週間、私はまだこの店の夜が怖かった。深夜に自閉店、最後の客が帰った後の静かな作業時間。白崎さんは開店から閉店まで厨房に立ち続ける。30年この店にいるらしい。いつも感じる。誰かに見られている気がする。おかしい。最終客はカウンター席だったはずなのに。注文はコーヒー一杯。でもお会計した記憶がない。白崎さんは伝票を一瞥して目をそらした。白崎さん、これ誰の伝票ですか？捨てろ。それ以上は聞くなという空気が厨房に満ちた。余計なことを考えるな。閉店作業だけしてりゃいい。気にしなければいい。そのはずだった。ふと気になってゴミ箱を見た。捨てたはずの伝票がまたある。誰かいる。その席にはさっきまで誰もいなかった。声は低くかすれていた。まるで遠い場所から届くような。おかわりもらえますか？声は聞こえた。でもその人の体が少し透けていた。足が動いていた。頭より先に。白崎さん、窓際の席に人がいます。お客さんが。何席だ？白崎さんはまるで予定していたかのように動いた。4番席か。毎晩来る。毎晩、その一言がずっしりと胃の底に落ちた。誰かに話しているというより独り言のようだった。3年前、あの席で死んでた。閉店後に一人で。常連だったよ。孤独死、発見されたのは翌朝だったという。白崎さんは身に背を向けたままフロアへ出て行った。置いてきたら消える。それだけだ。お前は何もしなくていい。白崎さんは慣れていた。まるで日課のように。老人の声は店内の静寂に溶けていった。今日も一人か？白崎さんは答えなかった。それが答えだった。2分ほどで消えた。カットの中は空だった。私の中で何かが引っかかっていた。なんでコーヒーを出すんですか？成仏させないつもりで？違う。白崎さんの目が初めて揺れた。あいつが最後に頼んだのはコーヒー一杯だった。俺が断った。閉店5分前だったから。罪悪感で毎晩コーヒーを出している。そういうことかと思った。でも何かが引っかかった。このカップ3年間使い続けている。それだけじゃない。椅子に名前が彫ってあった。高瀬。この席を用意していた。最初から3年分毎晩記録されていた。予約表、死ぬ3日前に白崎さんが書いたもの。気配もなかった。いつからそこにいたのか。見るなと言った。2人の間で空気が張り詰めた。高瀬さんを成仏させたくないんですね。あの人が3年前に孤独した日、白崎さんはこの店に一人でいた。長い沈黙の後、白崎さんが口を開いた。あいつが倒れる音を聞いた。閉店作業中だった。自分で救急を呼ぶだろうと思った。呼ばなかった。自分が巻き込まれるのが嫌で。それは謝罪ではなかった。だから消えてほしくない。消えたら本当に俺が見捨てたことになる。罪悪感ではなかった。あの人を自分の罪の証人として縛り続けていた。私には関係のない話のはずだった。でも待て。老人は今度はこちらを見ていた。また来てしまった。私は老人の向かいに座った。高瀬さん、最後の夜に誰かいましたか？老人の焦点が初めてはっきりと身に向いた。いた。ここの料理人が。白崎さんの体が小刻みに震えていた。
やめろ。老人の表情が初めて緩んだ。ありがとう。聞いてくれて。聞いてあげることが唯一できることだった。言わなければならないことがあった。警察にはなした方がいい。3年前のこと。分かってる。私はその夜バイトを辞めた。高瀬さんはもう来ないだろう。でも白崎さんは今夜も厨房に立つのかもしれない。罪を持ったまま。一つだけわからないことがある。この伝票は誰が私のポケットに入れたのか。面白かったらチャンネル登録お願いします。